皆さんこんにちは、フジロクです。今回はバニラシフォンを作っていきましょう。まずはじめに卵黄とグラニュー糖を白っぽくなるまでハンドミキサーで泡立てていきます。シフォンケーキをきれいに作るためには卵黄と砂糖をしっかり泡立てるのがポイントになります。必ず泡立て器ではなくハンドミキサーを使うようにしてください。ハンドミキサーの中速でおよそ3分から5分泡立てるとこのように白っぽくなってきます。このように生地を垂らしてみてしっかり跡が残るぐらいまで泡立てるのがポイントです。それではこの中に油を加えていきましょう。油は太白ごま油という油を使っています。太白ごま油は質も良く無臭でお菓子作りに非常に向いています。なければ米油などを使用してください。油を少しずつ入れながらハンドミキサーを中速で回していきます。しっかりとこのように混ざれば続いてこの中に牛乳など水分を加えていきましょう。水分を加えた後はハンドミキサーではなく泡立て器で混ぜるようにします。まず牛乳、そしてラム酒、そしてバニラビーンズのペーストを加えていきます。バニラのシフォンケーキというのは基本的に卵が主役になります。卵だけで作ってしまうとどうしても卵臭さというのが気になってしまうんですね。なので必ずバニラビーンズのペーストもしくはバニラオイル、ラム酒など香りのいいものを加えるようにしてください。そこに薄力粉、強力粉、ベーキングパウダーをふるい入れていきます。シフォンケーキに強力粉を入れることでナイフを使わずに手で外すことができます。さらに強力粉を入れることでグルテンというものが発揮されます。このような粘りのことですね。しっかりとグルテンを引き出してあげることでシフォンケーキがカットしても潰れにくく美しいまま保ってくれます。続いてメレンゲを作っていきましょう。メレンゲを作るときは必ず卵白は冷やしたものを用意してください。ハンドミキサーを中速にして泡立てていきます。これぐらい泡立ったらグラニュー糖を1/3分の1加えてさらに泡立てていきます。先ほどよりふんわりと泡立ったら2回目の砂糖を加えていきましょう。少し立体的になってきたら3回目のグラニュー糖を加えてさらに泡立てていきます。メレンゲのチェックをするときは必ずハンドミキサーを止めてぐるぐると混ぜて真ん中を持ち上げてみてください。このように角が軽くお辞儀するぐらいになれば低速でキメを整えていきます。ハンドミキサーを優しく上下に動かしながらおよそ1分ほど低速でキメを整えていきましょう。これでメレンゲが完成です。続いてこのメレンゲと一番初めに作っておいた卵黄の生地を合わせていきましょう。卵黄の生地の中にメレンゲの1/3分の1を加えて泡立て器で切るようにして混ぜ合わせていきます。メレンゲが混ざりきる一歩手前で2回目のメレンゲを加えていきましょう。3回目も同じようにメレンゲが混ざりきる一歩手前で加えるのがポイントです。
仕上げはゴムベラで混ぜるようにしましょう。泡立て器だけでは底の部分やボウルの周りの部分がきれいに混ざらないんですね。その時はこのようにゴムベラで混ぜると全体が混ざりますので、底の生地を上に持ってくる、ひらがなののの字を書くように混ぜるときれいに生地が混ざります。生地ができたら型に流し入れていきます。このように少し緩めの生地なんですね。シフォンケーキといえばメレンゲをふんわり立てるというイメージあると思うのですが、私の配合の場合は強力粉やベーキングパウダーという少し膨らみやすい成分が入っているので、メレンゲは緩くても大丈夫です。生地が流れたら竹串をぐるぐる回してキメを整えていきます。天板ごと予熱したオーブンでおよそ45分焼いていきましょう。シフォンケーキの失敗の一つで底上げというのがあります。底上げしてしまう方はぜひこの方法を試してみてください。しっかり余熱を10分から20分以上とって、しかも天板ごと余熱をします。そうすることで底上げが改善されますので、ぜひこの方法で焼いてみてください。ケーキが焼けたらすぐにひっくり返して冷ますようにしてください。このように瓶の上にひっくり返すと安定するので、このまま粗熱が取れるまで置いておきましょう。粗熱が取れたら型から取り出していきます。まずはシフォンケーキの周りの部分を手のひらを使って真ん中ぐらいまでぐっと押し込んでいきます。そして真ん中の筒の部分も半分くらいまで押し込んでいきましょう。ひっくり返したら型を外していきます。この時型は回しながら外すと取れやすいです。続いて底の部分を外していきましょう。こちらも手で外すことができるのですが、きれいに取りたい場合はこのようにパン作りとかによく登場するカードというものなんですけども、カードを使って外すときれいに外れます。それではカットをしていきましょう。シフォンケーキは焼きたてよりも2日から3日寝かせた方が美味しいので、皆さんがもし食べられる場合は必ず寝かせてから食べるようにしてみてください。私が一番好きなのは冷蔵庫でラップでしっかり巻いたシフォンケーキを4日から5日寝かせたぐらいが美味しいですね。そのままでも美味しいのですが、生クリームとかをつけて食べるともっと美味しくなります。シフォンケーキの賞味期限は冷蔵庫でおよそ1週間ぐらい、常温だと3日から5日ぐらいだと思います。冷凍だと1ヶ月ぐらい保存ができますので、たくさんできた場合や残ってしまうような場合は冷凍保存をしてみてください。今回のバニラシフォンはとっても生クリームと相性がいいです。もし皆さんが生クリームを添えてプレゼントしたいという場合はですね、サンドイッチのようにこのようにして挟んでプレゼントするととっても可愛らしく仕上がるので、シフォンケーキをカットしたら真ん中に切り込みを入れて生クリームとイチゴをサンドしてプレゼントしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。